1939年、昭和14年5月11日、午前7時15分、春墓西岸、時速 38km、対して時速 86km、日本陸軍は手本にしたはずの戦車になぜ2倍以上の速度で引き離されたのか。その答えは、草原の地平線の彼方から砂塵を巻き上げながら迫ってくる鉄の群れの中にあった。5月の満州草原は、乾いた風が地を這う、焼けた土の匂い、枯れ草を踏み砕く靴体の轟音、そして遠く地平線に揺れる陽炎、その陽炎の中に、それは現れた。ソ連軍 BT-7 戦車軍、クリスティ喧嘩の足回りをうならせ、時速 86km で草原を疾駆する鉄塊の群れが、日本軍の観測陣地へ向けて展開を開始したのでありました。日本陸軍第一戦車団の97式中戦車地波は、その場にあった。主砲口径 57mm、装甲圧 25mm、数字だけを見れば、決して見劣りする兵器ではなかった。しかし、時速 38km は、時速 86km に追いつけない。これは、兵器の問題ではなかった。思想の問題でありました。日本の技術将校たちはソ連の装甲戦術を研究した。BT 戦車の設計図を分析した。クリスティ喧嘩の構造を解剖した。にもかかわらず、なぜ、同じ戦車を参考にしながら、これほどの格差が生まれたのか。なぜか、それは、目に見えるものしか、複製できなかったからであります。この逆説こそが、ノモンハンの本質でありました。形を写しても、思想は写せない。寸法を測っても、冶金の秘密は測れない。そして戦場において、見えない技術の差は、見える勇気の差をはるかに凌駕する。その冷酷な真実が、1939年、昭和14年の夏、春墓藩の焦土に刻まれていくのでありました。だが、なぜ日本はそれを知りながら、知らなかったのか。その問いへの答えは、3年前の視察報告書の中に眠っていたのであります。1936年、昭和11年9月3日午後2時40分、東京陸軍技術本部。机の上に広げられた図面は、ソ連 BT-5 戦車の構造解析報告書でありました。陸軍技術少佐、原尾富生は、その図面を3週間かけて精査した男でありました。クリスティ喧嘩、第2地点は、軽量車体、軽車装甲の方が、報告書には几帳面な文字でこう記されていた。我が国においても、同等の機動性能を実現することは技術的に可能なり。と、それが、過信の始まりでありました。1930年代の日本陸軍機構部隊は、欧州の装甲戦術を貪欲に吸収しようとしていた。フランスのシャール戦車、イギリスのビッカース、そしてソ連の BT 系列、これらを研究し、97式中戦車地波の開発に着手したのでありました。設計陣は誇りを持っていた。主砲 57mm は当時の水準として決して劣るものではなく、車体重量 15.8 タムロは運用上の合理的判断でありました。しかし、設計陣が複製したのは、外形でありました。BT-7 の装甲は、ソ連の特殊圧煙均質装甲鋼、硬化処理の温度管理と炭素含有率の精密制御によって生み出されたものでありました。この冶金技術は、図面には記載されていなかった。記載できるものではなかったのであります。速度もまたしかり、BT-7 の時速 86km を生み出したのは、喧嘩構造の形状だけではなかった。発動機出力と車体重量の比、打ては特津体の設置圧計算、そして乗員の訓練体系、これらすべてが一体となって初めて、あの機動性は実現されたのでありました。日本の設計陣は喧嘩の形を見た。しかし、形を見ることはなかった。1938年、昭和13年、に正式採用された97式中戦車は、陸軍省の採用審査において高い評価を受けた。帝国陸軍の新世代主力戦車と、その自身が、翌年の草原で、砂塵の中に消えていくとは、この時、誰も知らなかったのであります。しかし、現場の戦車将校たちの間では、すでにある懸念がささやかれ始めていたのでありました。1939年、昭和14年、5月28日、午前5時50分、春墓東岸、ダランジャダガ草原、第4戦車中隊長、友近義治大尉は、双眼鏡を地平線に向けた。草原は夜明けの薄光の中に沈んでいた。
5月の朝の気温は摂氏7度。車内には発動機の熱と燃料の周期が充満し、乗員4名は各自の持ち場で息を殺していた。四方 57mm の薬室はすでに装填済みでありました。午前6時0分、地平線が動いた。砂塵、まず砂塵が来た。それから音、靴体が大地を叩く連続した轟音が草原全体から押し寄せるように聞こえてきたのでありました。友近大尉は双眼鏡の焦点を合わせた。そしてそれを見た。 BT7、数にして30両以上、縦列から戦闘隊形へ展開しながら加速していた。速い。友近大尉の口からそれだけが漏れたのでありました。ソ連戦車軍は展開を完了しながらも速度を落とさなかった。各社が無線で連絡を取り合い、指揮戦車の命令が1秒以内に全車に伝達される。その事実を友近大尉はまだ知らなかった。ただ、眼前の鉄塊の群れが生き物のように滑らかに体型を変えながら迫ってくる光景をただ見ていたのであります。日本側の命令伝達は旗でありました。中隊長車から各車へ、機首が信号旗を振る。各車の車長が旗を確認し、車内に伝達し、操縦士が判断する。この工程に最低でも4分を要したのであります。BT7 軍はその4分の間に 1200mm 前進した。最初の砲撃は日本側が行った。97式の 57mm 砲弾が BT7 の車体側面に命中した。しかし BT7 は止まらなかった。傾斜走行に引かれた砲弾は乾いた音を立てて草原に落ちた。これは遭遇ではなかった。これは実験でありました。日本陸軍がこの3年間理解したと信じていたものの、全てが試される実験の始まりでありました。そしてその結果は次の瞬間から容赦なくで始めるのでありました。1939年昭和14年6月2日午前9時20分、春墓西岸バルシャガル港知南方第三戦車団の無線記録にはこの日の更新がほとんど残っていない。残っていないのではない。最初からなかったのでありました。もしあなたがあの97式の車長席にいたなら、砲煙と砂塵で視界が 50mm まで落ち、敵戦車の砲弾が車体を叩く衝撃の中で旗信号を見ることが何を意味するか理解できるはずであります。ソ連軍 BT7 中隊が側面起動を開始した。時刻は午前9時22分。指揮車からの無線命令は全車に同時到達した。90秒後、40両が新たな包囲陣形を完成させていたのでありました。日本側の対応命令は旗で出された。機首が信号旗を掲げた。しかし砂塵の中で隣の車両すら見えなかった。機首は車外に身を乗り出した。その瞬間、7.62mm 機関銃弾が車体上部を走った。機首は車内に引き戻されたのであります。命令は届かなかった。8分、ソ連軍が90秒で完了した起動に対し、日本軍が同等の命令伝達を行うには8分を要した。しかし8分後にはすでに包囲は完成していたのでありました。なぜ日本陸軍は無線機を全戦車に搭載しなかったのか。理由は複数あった。重量の問題、電波妨害への懸念、そして最も根深い理由、旗による指揮は帝国陸軍の伝統であり、無線は補助手段に過ぎないという参謀本部の認識でありました。しかしノモンハンの草原において伝統は機動力に追いつけなかった。97式の 57mm 砲は BT7 の装甲を正面から貫通できなかった。側面に回り込もうにも命令が届かない。回り込む前に相手は次の陣形へ移っていた。これは戦術の問題ではなかった。これはシステムとシステムの戦いでありました。そして日本はシステムを複製していなかったのであります。第三戦車団の午前中の戦闘で97式は11両を失った。ソ連軍の損害は2両でありました。この数字の意味を第5章で冷静に解剖する必要があるのでありました。なぜなら草原に散らばった鉄の残骸の中に見えない技術の差の正体が完全な形で刻まれていたからであります。1939年昭和14年6月15日午後3時0分、東京陸軍技術本部第3研究室。机の上に2枚の設計図が並べられていた。左が BT7、右が97式中戦車地波。寸法は似ていた。重量は近似していた。四方口径も走行圧の数値も
図面の上では比較可能な範囲にあった。しかし、この2枚の図面が示していたのは、同じ種類の兵器ではなかったのであります。クリスティ喧嘩の核心は、第2地点和と独立コイルスプリングの組み合わせにある。これは図面に描ける。日本の技術将校たちは、この構造を正確に複製した。打手は道、スプリング定数、アームの角度、すべて計測し、図面に落とし込んだのでありました。しかし、BT-7 が時速 86km を実現した理由は、喧嘩構造だけではなかった。発動機は M17T 型、出力400馬力、対して97式の三菱製空冷発動機は170馬力。この出力差が、喧嘩構造の優劣を超えた決定的格差を生んでいたのでありました。さらに、BT-7 の車体重量は 13.8 タムロ、97式は 15.8 タムロ。重量対出力比において、BT-7 はマイタムロあたりに19馬力を持ち、97式は11馬力に過ぎなかった。走行夜勤においても、格差は深刻でありました。ソ連の圧煙均質走行口は、炭素含有率 0.3% から 0.5% の範囲で精密制御され、焼き入れ温度を摂氏850度から900度の間に維持することで、高度とうつぼ性を両立させていた。この制御技術は、設備と経験の蓄積なくしては実現できないものでありました。日本の成功所は、数値目標は持っていた。しかし炉の温度均一性、冷却速度の制御、鋼材の品質検査体制、これらの目に見えない工程管理が、まだ10年分足りなかったのであります。そして無線機、ソ連軍の 71TK3 型車載無線機は、有効通信距離 15km、全車搭載が原則でありました。日本陸軍においては、中隊長車のみに94式無線機が搭載され、小隊長車以下は非搭載が標準でありました。これは予算の問題ではなかった。無線通信を戦術の核心に置くという思想が存在しなかったのでありました。図面は複製できた。数値は計測できた。しかし、夜勤の経験は複製できなかった。発動機開発の蓄積は複製できなかった。そして通信を戦術の中心に据えるという思想は、最も複製が難しいものでありました。ノモンハンで焼けた97式の残骸は、この見えない設計図の欠落を無言で証明していたのであります。では、その欠落が数字としてどれほどの差を生んでいたのか、冷酷な算術が次に待ち受けていたのでありました。1939年、昭和14年、7月3日、午前10時0分、関東軍司令部、作戦室、将校たちの前に置かれた報告書の表紙には、極秘の朱印が押されていた。時速 38km 対時速 86km。この数字は、始まりに過ぎなかったのであります。報告書を開くと、格差はさらに広がった。主砲貫通力において、97式の 57mm 砲は距離 500mm において走行貫通力 50mm を発揮した。対して BT-7 搭載の 45mm 砲は、同距離で 43mm の貫通力を持つ。数字だけを見れば、日本側が優位でありました。しかし、これは意味をなさなかった。なぜか、距離 500mm において有効な射撃を行うためには、まず、距離 500mm まで近づく。距離 500mm に敵を止める必要があった。時速 86km で起動する BT-7 は、日本側が照準を定める前に射距離の外へ出ることができたのであります。貫通力の数字は、命中しなければ意味をなさない。命中するためには、相手が射程内に止まらなければならない。そして相手は、止まらなかった。生産数の格差も、報告書に記されていた。1939年、昭和14年、時点において、ソ連の戦車保有総数は推定8000両から1万両。対して日本陸軍の戦車保有総数は約2000両でありました。さらに決定的なのは年間生産能力。ソ連は年間3000両以上の生産体制を確立していたのに対し、日本は年間300両に満たなかったのであります。10対1、これが生産の現実でありました。無線装備率においては格差はさらに深刻でありました。ソ連軍戦車の無線搭載率は推定 85%、日本軍戦車のそれは中隊長車のみへの搭載を基準とすれば、実質 20% 以下でありました。そして乗員訓練時間、
ソ連戦車兵の平均訓練期間は18ヶ月、日本陸軍の戦車兵訓練期間は6ヶ月でありました。機械は人間と一体でなければ機能しない。この単純な真実が数字として現れていたのであります。報告書の最終ページには、担当将校の手書きの一文が添えられていた。格差の根源は精神にあらず、体制にあり。しかし、その一文が上層部の認識を変えることはなかった。報告書は、極秘の朱印とともに、書棚の奥に収められたのでありました。そしてその間にも、春墓藩では、数字が血となって草原ににじみ続けていたのであります。1939年、昭和14年、7月11日、午前6時30分、春墓西岸、ファイ高地付近、夜明けの光が草原を赤く染めた。それは、血の色と見分けがつかなかった。第3戦車団、第4中隊、97式中戦車8両が、夜明けとともに前進を開始した。目標はファイ高地東側のソ連軍砲兵陣地、直線距離にして約 3000mm。草原の夜露が蒸発する中、発動機の排熱と燃料の周期が車内に充満していたのであります。午前6時47分、BT-7 が現れた。16両、側面と後方から同時に、無線で連絡を取り合いながら、BT-7 軍は日本戦車8両を完全に包囲する形で展開を完了した。この展開に要した時間は、90秒でありました。日本側が旗による応戦命令を伝達し終えたとき、包囲はすでに完成していたのであります。最初に燃えたのは、中隊長車でありました。BT-7 の 45mm 砲弾が、97式の後部装甲に命中した。後部装甲厚は 20mm、距離 300mm からの射撃に対し、それは紙と同じでありました。燃料タンクが誘爆し、車体後部から炎が噴き出した。黒煙が草原の空へ立ち上り、風に流れ、次の標的を示す煙幕になったのであります。2両目が燃えた。3両目が靴体を切断されて停止した。生き残った車両は、それでも戦おうとした。97式の主砲を、BT-7 の正面装甲へ向けた。砲弾は命中した。しかし傾斜した装甲面で引かれ、乾いた金属音とともに草原に落ちた。正面からは、貫けない。側面へ回り込もうとした。しかし BT-7 はすでに動いていた。時速 86km の機動力は、旗信号で動く97式が照準を定める前に、車角の外へ逃げることを可能にしたのであります。午前7時22分、第4中隊の交戦記録はここで途絶えた。8両中、6両が撃破または炎上。乗員24名中、生還者は7名でありました。勇気は、あった。連度も、それなりにあった。しかし、速度差は勇気で補えなかった。通信の格差は根性で埋められなかった。草原に散らばった6両の残骸は、精神は物質に勝てない。という命題の冷酷な証明でありました。そして残骸の中には、人間が残されていたのであります。次の章が、その声を記録していたのでありました。1939年、昭和14年、7月11日、午前7時19分、春墓西岸、第3戦車団所属、97式中戦車第6号車、車長、田中恵助軍曹。田中軍曹の手帳は、戦後に遺族のもとへ届けられた。薄い革表紙はすすで黒く汚れ、数ページが燃えて欠けていたが、最後の記述だけは、かろうじて読める状態で残っていたのであります。もし、あなたがあの鉄の箱の中にいたなら、手法が効かないという事実が何を意味するか理解できるはずでありました。それは、戦えないということではない。ただ、どれだけ撃っても、相手は止まらない。ということでありました。手帳には、こう記されていた。7月11日、砲弾山、3発、無線なし、奇襲、負傷、隣の車両見えず、敵、3方向より接近中、四方、正面走行に効果なし、我ら、動けず、記述はそこで終わっていた。田中軍曹、26歳、出身は秋田県横手郡、農家の次男として生まれ、昭和12年、1937年に入営した。戦車兵としての訓練期間は7ヶ月。彼が訓練で学んだ旗信号の操作手順は完璧でありました。しかし、旗信号を受け取る車両が視界の外にいるとき、その技術は無用でありました。第6号車の車体は、翌日に発見された。砲塔が吹き飛び、車体内部は完全に消失していた。乗員4名のうち、身元が確認できたのは2名のみでありました。
田中軍曹の手帳は砲塔基部の隙間に挟まれた状態で奇跡的に燃え残ったのであります。同日の戦闘において第三戦車団全体で失った97式は19両、乗員の死傷者は71名でありました。これに対してソ連軍の損害は BT74 両の撃破と乗員13名の死傷、3倍以上の非対称な結果でありました。田中軍曹の手帳の最後のページには日付のない短い一文が残っていた。旗が届かなかった。この5文字がノモンハンにおける日本陸軍戦車戦のすべてを語っていたのであります。しかしこの手帳の内容が参謀本部の認識を変えることはなかった。なぜ組織は個人の死から学ぼうとしなかったのか。その答えは次に待つ制度の壁の中にあったのでありました。1939年昭和14年9月16日午前10時0分、東京陸軍参謀本部第2部停戦協定の署名からまだ1日も経っていなかった。春墓藩の焦土が冷えぬうちに一冊の報告書が参謀本部の机に置かれた。表題は学問事変戦訓調査報告書、作成者は関東軍参謀部戦訓班、全320ページ。そこにはノモンハンにおける敗因が冷静かつ詳細に記述されていたのであります。報告書の第7章には明確にこう記されていた。戦車部隊の通信手段として旗信号は時代遅れであり、全戦車への無線機搭載を至急実施すべし、また装甲鋼の冶金技術についてソ連との格差は甚大であり、成功体制の抜本的改革なくして対等な装甲戦は不可能なり、この勧告は握りつぶされた。正確には握りつぶされたのではなかった。検討事項として分類され、各部署に回覧され、そして誰も最終決定を下さないまま書棚の奥に収められたのであります。これが日本陸軍の官僚機構の作動様式でありました。なぜ実施されなかったのか。第一の理由は予算でありました。全戦車への無線機搭載には当時の陸軍予算の約 8% を要すると試算された。陸軍省の主計部門はこれを過大な投資と判断したのであります。第二の理由はより根深いものでありました。戦車の主要とは歩兵支援であり、独立した機構作戦は帝国陸軍の戦術体系になじまないという参謀本部上層部の認識でありました。ソ連軍の機構機動戦術はこの認識の枠外にあった。枠外にある脅威は正面から認識されなかったのであります。第三の理由は最も人間的なものでありました。ノモンハンの敗北を正面から認めることはその作戦を立案承認した将校たちの責任問題に直結した。責任の所在を曖昧にするためには敗因の分析も曖昧にしておく必要があったのでありました。報告書を提出した戦訓班の将校たちはその後官職へ異動させられた。1941年昭和16年日本陸軍は対祖戦に備えた関東軍特殊演習を実施した。その時点でも戦車への無線機全車搭載は実現していなかった。冶金技術の格差も縮まっていなかった。ノモンハンの教訓は2年の時を経てなお制度の壁に阻まれたままでありました。組織は個人の死よりも組織の論理を優先した。田中軍曹の旗が届かなかったという5文字は参謀本部の廊下には届かなかったのであります。ではその結果草原に何が残されたのか。次の章がその沈黙を記録していたのでありました。1939年昭和14年9月16日午後4時30分、春墓災難、停戦。その言葉が草原に届いた時、すでに草は枯れ始めていた。9月の風は春葉川を渡り、焦土となった草原を吹き抜けた。風の中に焦げた金属の匂いが混じっていた。それは1ヶ月前の戦闘の残滓でありました。太陽は低く、光は斜めに差し込み、草原に散乱する鉄塊の影を長く伸ばしていたのであります。97式中戦車の残骸があちこちに散らばっていた。砲塔が吹き飛んだもの、車体が完全に消失し、靴体だけが残ったもの、四方が根元から折れ、草の中に埋まりかけているもの、風雨にさらされ、すでに赤サビが浮き始めていた。回収班が来たのは、停戦から3日後でありました。しかし、回収できたのは全損車両の半数以下、残りはソ連支配地域に残地されたままでありました。日本陸軍がノモンハン事変で失った戦車は、確認された数字で133両、実数はさらに上回るとされていたのであります。
ソ連軍の損害は戦車253両、数の上では日本側を上回っていた。しかしこの数字は意味が異なるものでありました。ソ連の損害は攻勢軌道の中で生じたものであり、失った分は後方から補充された。日本の損害は防御陣地への退却を余儀なくされる中で生じたものであり、補充は追いつかなかったのであります。回収班の記録にはこんな一文が残っていた。車内遺留品として信号旗4枚、地図1葉、手帳数冊を収容。無線機は存在せず、この記録が全てを物語っていたのであります。ノモンハンの草原に散らばった残骸は技術の敗北の記念碑でありました。しかし、その記念碑を見つめ、そこから学ぼうとした者たちの声は組織の中でかき消された。停戦後、ハルハカ藩は静寂に包まれた。戦車の残骸は草原に残り、季節が変わるごとに土に帰っていった。しかし、見えない技術の差が生んだ問いは土に帰らなかった。それは戦後の世界に持ち越され、全く異なる形でよみがえることになるのでありました。1945年、昭和20年8月15日、正午、玉音放送が流れた日、陸軍技術本部の一室では、ノモンハン関連の技術報告書が焼却処分されていた。しかし、教訓は消えなかった。ノモンハンが後世に残したものは、逆説的な形をしていた。日本が複製できなかったという事実そのものが戦後の軍事技術思想における最重要命題の一つになったのであります。目に見える技術は複製できる。目に見えない技術は複製できない。この命題は冷戦期の西側諸国の防衛調達理論に組み込まれていった。兵器の性能使用を公開しながらその革新技術を非公開にするという戦略。これはノモンハンの教訓の直接的な応用でありました。現代においてもこの問いは生きている。陸上自衛隊の10式戦車は単なる装甲と手法の塊ではない。車両間データリンクシステム、乗員の認知負荷を軽減するための情報統合処理、夜勤技術と複合装甲の設計思想、これらの目に見えない技術の集積がその戦闘力の本質でありました。これはノモンハンで日本が複製できなかったものの戦後における答えでありました。埼玉県陸上自衛隊広報センターには97式中戦車地波の実物が展示されている。錆びた装甲、小さな砲塔、旗信号用のハッチ、その車体を前にした時、訪れる者は一つの問いに直面するのであります。なぜこれで戦ったのかではなく、なぜこれしか作れなかったのかという問いに、その答えは鋼鉄の中にではなく当時の組織の思想の中にあったのでありました。そして思想の欠落が生んだ代償は草原の残骸だけではなかった。その冷酷な総括が最終章を待っていたのであります。1939年昭和14年9月17日、夜明け前、ハルハカ藩停戦翌日の草原に人影はなかった。風だけが吹いていた。97式の残骸が夜明けの薄光の中に黒い輪郭を描いていた。四方は空を向いていた。方向から細い草の茎が一本風に揺れていた。これが結論でありました。日本陸軍はソ連の BT 戦車を研究した。設計図を分析した。喧嘩構造を計測した。しかし複製できたのは形だけでありました。発動機の出力思想は複製できなかった。夜勤の経験は複製できなかった。そして最も根本的なものとして無線通信を戦術の核心に据えるという思想の転換は複製できなかったのであります。なぜか技術は道具ではない。技術は思想の結晶でありました。BT7 の時速 86km は速度を求めた結果ではなかった。軌道によって敵の思考速度を超えるという戦術思想が先にあり、その思想が速度を要求し、速度が発動機を要求し、発動機が夜勤を要求した、この連鎖の全体が技術でありました。日本が複製したのはその連鎖の末端だけでありました。ノモンハンの教訓は精神は物質に勝てないという単純な命題ではなかった。より正確には思想なきも法は思想ある技術に敗れるでありました。97式の乗員たちは勇敢でありました。田中軍曹は最後まで戦った。しかし個人の勇気はシステムの欠落を補えなかったのであります。この真実は現代においても変わらない。兵器を輸入することはできる。使用書を入手することはできる。しかし
その兵器を生んだ思想の連鎖、なぜその性能が必要とされたか、なぜその設計が選ばれたか、なぜその訓練体系が構築されたか、これを複製することは極めて困難でありました。草原の風は今も吹いている。春葉川は今も流れている。そして97式の残骸が土に帰った場所に草が生えている。草は旗信号も無線機も知らない。ただ風に揺れる。模倣の限界とは技術の限界ではなかった。それは思想の限界でありました。そして思想の限界はいつの時代も最も高い代償で支払われるのであります。形を移しても魂は移せない。これがノモンハンが後世に残した唯一にして最大の遺産でありました。